さあ本日は何を作っていただけるのでしょうか。そうですね、これはね、ホテル時代によくやったプレーンオムレツを、はい、はい、清水さん直伝。もう本当にね、昔できなかったね、頭痛めたような記憶あるんですけど、もうホテルやってる時にね、これも単純に卵と塩コショウだけ、はい、でこっちの声にするんですけども、やっぱりホテルの時はね、異物入ったらいかんのでいっぺんこすんですけども、まあ今回はね、これね、こしてしまうとね、コシが切れすぎてしまうんで、ふんわり上がりづらいんでね、もう今日も混ぜるだけでいきます。はい。で慣れてない方はね、ここに今日ね入れていますけども、まあ、牛乳を入れたり、味付けになったら白だしをね入れたりしてます。ちょっと今日はね、牛乳をほんの少し取っていきます。もうね、このプレーンオムレツの手早さっていうのは魅力的ですよね。そうですね、僕らホテルの時も大体、従業員というか料理人が4人朝食ね、でバイキングじゃないんでバイオーダーのとこで400人ぐらい入ったんでえげつなかったです。でね、まあ、今回ねこれ火つけますけども、はい、基本的にはねバターだけでいきます。はい、でバターね入れて、あとね軽く焦がしてからねするようにするので、ちょっと時間かかってますね。はい、で今ねこういうテフロンのフライパンなんですけど、その当時は全部鉄やったんで管理も大変だったんです。で僕らも、なんていうかハンで動いてたんで、朝食するために、泊まりをするんですけども、いざね朝食の時にフライパン見たらもうひっついてどうしようもないみたいなのありました。これをねもう単にしてよという世界やったんですけども、そういうこともねありの、清水さんはオムレツを作り始めて何年目ですか。もうね多分ねあれ僕ホテルそのメインダイニング入ったの20歳やから、もうオムレツ歴40年ねずっとしてるわけないけど、それでもね結構人前でするの好きなんでねやってましたね。はい。で1回目はね正直にくっつきやすいんやけど、何回もしていったら、ね、オイル入れるだけで全然いきます。例えば家族4人分とか作るのも、あっという間にできるんですね。そしたらねこれね四隅を持ったら先にこう入れるんですよ。でもじじっと切ってるでしょ。これでも OK です。卵は3つですね。一応ねこれ3つにしてます。で周りがねブチブチっとしてきたら真ん中に寄せながら、あとはねちょっとね火を言わないですけど、ここでも周りからこう火をね入れながら、でねこれ前も言ったかと思うんですけどね、まだかなと思うぐらいで一口します。はい。でここで周りからちょんちょんとちょっと軽くね、あとはこう横に寄せていってくっつきかけてるんです。でここでね軽くねこうポン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 でもう一回ねちょっとここねサイドねきれいにこれしたところでここでちょん飛びすぎたけど、こんな感じ。やっぱねこの底の方をね固めるようにして、でねこっからなんですけどね、もうここでね関東やっても白いから十分なんですよ。今日ね関西はね表面に色をつけるんで、こっからこんな感じで、修正しますね。多分ね関東の方のホテルだったら色つきすぎやって怒られると思うんですけど、僕らはこういうぐらいのこれぐらいね色つけてます。これね今日はオーソドックスにねケチャップね、もう家庭であるようなケチャップもちょっとつけて、いろんなねサイドつけたりはするんですけど、ここでねそしたらね生ハムビローンと乗せて、今ねオクラが旬なんでね、オクラをいいですね、色合いがこんな感じで、どうですか。本日のお料理名は何でしょうか。これもプレーンオムレツで、生ハムとオクラ添えです。では早速い
ただいていきましょう。はい、どうぞ。はい、ではプレーンオムレツ、すごい手際でしたね。これもね、今でもね収まったと思うんだけどその当時はね1分じゃなかったな。オムレツ1個作るのに30秒で作れって言われたような気しますね。なんか両手で作るっていうのもね、これね今多分できないんですけど、その当時ね本当に400人ぐらいのお客さん全部いわゆるバイオーダーでバイキングでない時代に通るんですよ全部、はい、オムレツ何を言ったらプレーンオムレツ、チーズオムレツ、スパニッシュオムレツ、オニオンオムレツいろんな通るんで作るのはねほぼね2人で作ってであとはその、まあ、今冷凍でありますけどねハッシュドブラウンポテトいろんな通ってでそれをこなさないかんので大変な時やったね。多分ね今例えば2つ並べて、まあ、同時ではないけど順番にしてろこっちひっくり返してそのまま置いと色つけてるんでこっちにするみたいなのは多分できないと思いますけどその当時はねなんかしらできましたね、その、料理歴、はい、オムレツ歴40年の、はい、切ってみましょうか。はい、今度ね、11月かな今の稲見の方稲見と分かるけどね稲見っていうところの方のロックビラーフルメレさんっていうところでねずっと出張シェフさせてもらってるんですけども、まあ、ワンちゃんのねイベントで11月ね頭の方やったと思うんですけど稲見港っていうねとこでイベントするんですよ。その時このオムレツと、ポタージュを、まあ、出す予定はしてるんでもしねキンキンにまだしますんでよかったらね、見に来てください。さあ切ってみましょう。はい、どうぞ。ね、切ってなんかどうなってるのかっていうのでさあでこの半熟具合ですね。これなんかスクランブルみたいにねなってるっていうのが一番のコツなんですね。さあこの焼き目もしっかりついてるんですね。いやそのね先ほど言ったイベントで多分ね50個ぐらい作らなあかんからまた検証になるじゃんいっぱいしますけども。はい、では早速いただきます。はい、意外と牛乳がめっちゃアクセントになってます。今回塩コショウしたんですけどね、僕自分ね食べる時結構オムレツ朝するんですけど、白だしをね大体3個につき小さじ1杯弱かな入れて水入れたり牛乳入れたりするとそれはそれでねなんかね和風っぽいオムレツになるんでそれは結構気に入って今作ってますね。ぜひ清水シェフの朝食メニューも考えてまた動画をアップしたいですね。さっきもね、そんな話しとったんですけど、結構ね僕、朝昼晩って考えた時に朝が一番ね充実してるんですよ、なんか。っていうのは朝からやっぱりしっかりご飯をね食べといて昼はねやっぱりこの仕事をしてると例えばもう2時に食べるのか4時に下手して4時に食べるのかもう食べる時間の中で5時になるのか6時になるのかってあるんですけども朝食だけはねしっかりやっぱ取らないかんのでもちろん卵も食べるしあとできれば魚イワシとかも多いんですけどもイワシとかあとヨーグルトに、ブルーベリー入ってでご飯はね大体雑穀ご飯が多いです。で味噌汁はね結構ねいろんな材料残ったりするんでかなりね具だくさんの、作ってます。で大体1日に2杯は飲むかな、朝晩とか朝昼とか、そういうね、テクニック料理の使い回しテクニックもねそうですね。やっぱりみんなにはねよく話聞いたらやっぱり、トーストとコーヒーだけみたいなのいやダメですよって話はするんで朝食はね必ずしっかりとってほしいと思うんでね、こんなん作ってますっていうのを次回ぐらいね、アップしたいと思いますんで、ご期待ください。はい、では続きいただいてまいります。はい、どうぞ。